はい、皆さんこんにちは、ゆかです。あれこれラジオ第3回始まりました。あれこれラジオは日本語を勉強している方向けのラジオです。日本語でいろいろなことについて話します。美味しいお茶を飲みながら、美味しいお菓子を食べながら、リラックスした雰囲気で話します。YouTube の他に、ポッドキャストでも聞くことができます。通勤・通学途中の方は、ぜひ、ポッドキャストから聞いてみてください。YouTube の方は、日本語の字幕と外国語の翻訳がつきます。字を見ながら聞きたいという方は、ぜひ YouTube の方から動画を見てみてください。それでは、早速始めましょう。まずは、今日のお茶とお菓子を紹介します。今日のお茶は台湾のウーロン茶です。先日台湾の受講生がプレゼントしてくれました。箱に入ったお茶です。天神銘茶の台湾のお茶です。箱の中にはティーバッグが入っています。一つ一つ小分けになっているものです。こういうのお土産でも良さそうですよね。人に配るのにも良さそうな、そんなウーロン茶です。これを飲んでいます。それからお菓子は、こちらの月餅です。こちらも台湾から来た、また別の受講生の方が私にプレゼントしてくれました。ありがとうございます。中秋節のデザインになっている箱に入った月餅です。この箱には月とうさぎ、そしてパイナップル、リンゴ、バナナ、このような可愛いイラストが描かれています。すごく可愛いですよね。こちらの月餅はサニーヒルズというブランドから出ているものです。実はサニーヒルズは東京にも店舗があります。すごく人気のパイナップルケーキのお店ですよね。今から私が食べようとしているのはこちらのパイナップルカスタードムーンケーキです。サニーヒルズのパイナップルケーキは食べたことがあるんですけど、パイナップルの月餅は食べたことがないので、ちょっとどんな味なのか楽しみです。早速切って食べてみたいと思います。もう見た目は完全に月餅ですよね。ちなみに日本では中秋節をそこまで盛大にはお祝いしません。日本ではこの時期の美しい月のことを中秋の名月と言います。ただ、特に祝日とかではないので、自分の家で、例えば月見団子を買って、すすきを飾って、月をめでるというような、そうした比較的個人的なイベントという感じです。国全体が休みとか、地域で大きなイベントがあるとか、そういう感じではありません。今、ちょっと切ってみました。中にパイナップルとカスタードのあんが入っています。いつもよく見かけるようなパイナップルケーキとは確かにちょっと違いますね。どんな味でしょう？食べてみます。美味しい。ただそんなにね、カスタードの味は強くないですね。やっぱりパイナップルの酸味とか甘みが強いです。すごく美味しい。サニーヒルズで売っている通常のパイナップルケーキよりは少し生地が柔らかい印象です。そしてしっとりしています。しっとりというのは水分がたくさん含まれている状態のことです。もっと柔らかくてしっとりしています。そして中にはパイナップルとカスタードのあんが入っています。美味しい。はい。それでは早速今日の話を始めましょう。今日のテーマは方向感覚です。方向感覚。方向というのは右、左とか北、南、西、東というもの、それを方向と言います。感覚というのはその感じです。感じられること。感覚と言います。方向感覚がすごく優れている人、方向感覚がある
人は道に迷いにくいですよね。逆に方向感覚がないとか、方向感覚をつかむのが難しいという人は、道に迷いやすいです。私は道に迷いやすい人です。このような人のことを方向音痴と言います。方向音痴。なので、私は旅行へ行った時とか、あんまり知らない場所を歩いている時は、基本的にずっと Google の地図を見ています。自分が今どこにいて、どの方向に行けば目的地に到着するのかというのが本当にわからないので、ずっと地図を見ながら矢印に従って歩いているという感じです。今はそうやってね、Google の地図があるので、私は友達と約束したカフェに行くとかいう時にも、迷うことは本当に少ないですね。だけど、スマートフォンが普及する前はもう本当に大変でした。どこか行くとき、何回か道行く人に聞きますね。まず駅を出て、最初の通行人に聞きますね。すみません。で、このカフェどこにあるんですか？で、その人があっちだよって、そこまっすぐ行ってその右に曲がったら着きますよって教えてくれるんだけど、でも右に曲がるっていうその角のところでもう一回人に聞きますね。すみません。このカフェどこにあるんでしょうか？どうやって行くんでしょうか？って。それぐらい本当に道によく迷っていたんですね。ですから最近は本当に Google 地図が普及してどこでもね使えるようになったのでありがたいです。道に迷うことが少なくなりました。皆さんはどうですか？皆さんは方向音痴ですか？それとも知らない場所でもしっかり北、南がわかる人ですか？どうでしょうか？ただ、このような私でも、全く道に迷わない、どっちが来たか絶対わかる場所があります。それはどこかというと、私のふるさとの神戸です。まずは神戸の地形について、神戸がどんなところなのか説明します。神戸の市街地、町は山と海の間にあります。神戸の北側は山です。北側は全部山です。そして南側は海です。南側は全部海です。なので神戸は地図で見るとよくわかるんですが、東から西にかけて細長く町が広がっています。非常に狭い幅で東から西に広がっています。そして北には山、南には海があるという、そのような地形です。そのような場所です。なので、神戸の街では基本的にどこからでも山が見えます。そして山が見えるということは、その方向は絶対に北です。また、山と海が非常に近いので、街の中には坂がたくさんあります。つまり北から南にかけて坂があって、坂を降りていく、坂を下っていくと海に着くという、そのような地形になっています。なので、坂を上がっているな、なんか上に登っているなっていう感覚があったら、だいたいそれは北に向かっています。そしてなんだかちょっと坂を下っている感じがする。下に降りている感じがする。そういう時は大抵海の方に向かっています。海は南ですよね。なので坂を上がれば北、下れば南。山が見えたら北、海が見えたら南。というふうに非常にわかりやすいんです。そしてさらにもっとわかりやすいことに、電車はすべて東西に通っています。東西というのは東と西です。神戸に通っている電車は3種類あります。阪急電車と JR と阪神電車。阪急電車は一番北側にあります。そして真ん中が JR。そして南側が阪神電車。この3つの線です。なので、なんとなく私は電車は東西に走っているという感覚があります。そのような街で生まれ育ったので、無意識にね、山を見ると北だと思ってしまうんです。
海沿いの一部の地域では、神戸のようにね、同じ条件で山が北、海が南っていうところはあるんですけど、でも大抵の地域、大部分の地域ではそうではありませんよね。例えば私は今東京に住んでいて、もう7年目になるんですけど、未だに山が見えたらなんとなく、あれ北かなって思ってしまいます。そして坂を登っているとき、北に向かっているような感覚があるんですね。本当に困ったものです。そういう感覚ってなかなか抜けないですね。皆さんの街では何かそういう街特有の方向を調べる方法っていうのはありますか？あれが見えたら北とか、あれがある方向は東とか、何かそういう目印になるようなものとか山とか海とかはありますか？どうですか？なので最初に言った通り、私は基本的には方向音痴な人、方向をつかむことがすごく難しいと感じる人なんですけど、ふるさとに帰ればそれは消えますね。すごく、方向がよくわかる人になります。でもそれは、私のふるさとのこの神戸限定ですね。すごく狭い範囲限定で、方向がよくわかる人になります。あと、神戸で面白いのは、元町駅という、JR の駅の近くに、大丸という名前の百貨店があります。一般的には、そういった建物の出口には、北、南、東、西というような、そういった方角を表す言葉が付けられますよね。駅の北口、南口とかもそうですよね。それが一般的なんですが、神戸の大丸は山側と書いてあります。でも神戸の人はそれでわかるんですね。山側イコール北、海側イコール南。そのように、山と海というのが北と南というその方向と強く関連づけられています。地域特有かなと思います。ということで今日は方向感覚の話をしました。ぜひコメントで皆さんの方向感覚について教えてください。自分は方向音痴ですとか、あるいは自分の地域でこれが見えたら絶対に北とか、そういうのがあればちょっと面白いなと思うので、ぜひコメントのところでも教えてください。はい。それでは今日のあれこれラジオはここで終わりです。皆さんご視聴ありがとうございました。また次の回でお会いしましょう。バイバイ。